日本語耳ポッドキャストへようこそ。マリエです。今日はエピソード4、日本の贈り物文化について話します。日本語耳ポッドキャスト。このポッドキャストでは皆さんの耳を日本語耳にするためにいろいろなことを日本語で話していきます。友達と自然に会話をしているような気分を味わってもらいたいので、私が日本人の友達と話すときぐらいのスピードでナチュラルに話していきます。トランスクリプトと英語の訳は日本語耳のウェブサイトにあります。単語のリストもついているので、ぜひチェックしてみてください。今日は私、美容院帰りです。長さは変えなかったんだけど、いつもよりレイヤーを多めに入れてもらいました。ちょっとすっきりしました。私はね、何カ国か住んだことがあるんですけど、どこに住んでいても私はいつも日本人美容室を探して日本人の美容師さんに切ってもらっています。なんか日本人の美容師さんは切り方が違う気がするんですよね。全然詳しいことはわからないんですけど、なぜか切り方が違うような気がするし、細かいところまで綺麗に仕上げてくれる気がするので、個人的な意見ですけど、だから私はいつも日本人の美容師さんに切ってもらってます。なんで今日贈り物文化について話そうと思ったかというと、このエピソードが出る頃にはバレンタインデーが近いからです。皆さんバレンタインデー予定ありますか？こんなこと言って私は何も予定がありません。私たちはバレンタインデーのお祝いは全くしないので、チョコレートもないし、ちょっとバレンタインデーディナーって言ってレストランに行くっていうこともないです。2月だなと思って、バレンタインデーだなと思って、ちょっと日本のバレンタインのことを考えてました。皆さん、日本のバレンタインデー知ってますか？日本ではバレンタインデーに基本的には女性が男性にチョコレートをあげるということになっています。私も小学校、中学校の頃とか、バレンタインデーの前日に友達と一緒に学校帰りにね、スーパーに行って買い出しして、いろいろチョコレートとか、可愛いお菓子を入れる袋みたいなのを買ったりとかして、家に帰ってきて、一緒にバレンタインデーのお菓子作りをしました。ちょっとお母さんとかおばあちゃんに手伝ってもらいながら、なんとか仕上げて、なんとか食べれるようなものを作って、その後はしっかり一人分ずつ包装して、可愛い袋に入れて、準備しました。で、次の日に、学校に持って行ってみんなに配る。ということを、していたのを覚えています。ただのバレンタインデーなのに、それだけですごい楽しかったな、いい思い出だなと思っています。そのあげるチョコレートにもすごいいろいろな種類がありますよね。本命のチョコとか、義理チョコ、友チョコ、あとはご褒美チョコっていうのも最近あるみたいですね。皆さん全部わかりますか？何が何か全部わかりますか？もちろん本命のチョコは好きな人にあげるものですね。彼氏だったり、旦那さんだったり。っていうものが本命チョコですね。義理チョコっていうのは会社の人とか上司とか、あとは私も子供の頃近所のおじちゃんとかにもあげに行っていました。あとは友チョコ。ね、これは友達にあげるチョコレートですね。あとはご褒美チョコっていうのもあるみたいです。ご褒美チョコっていうのは日頃から頑張っている自分にご褒美としてあげるチョコレートだそうです。バレンタイン前のこの時期の日本のデパートっていうのはすごいですよね。もう大変なことになってる。普段からたくさん人がいるのに、多分このバレンタインデーフェアみたいなのをやってると、もう普段の何倍もの人が集まってると思います。みんないろんなチョコとかお菓子を買いにデパートに集まっているはずです。チョコレートもいろんな種類のチョコレートがあるし、チョコレートだけじゃなくて、お菓子とか手作りするそのお菓子作り用品っていうんですか？そういうお菓子作りのものとかもすっごいいっぱい売ってるし、で、それをじゃあ作ったお菓子を入れるそのラッピングのものとかもすごい可愛いのがいっぱいいろんな種類出てると思います。チョコレートをあげるっていうのもあるし、あとはチョコレートだけじゃなくて、結構本命には本命のチョコレートプラスプレゼントあげる人とかもいると思うから、だからお菓子のお店だけじゃなくて、もういろんなお店がバレンタインデー仕様になっていて、いろんなものを売り出していると思います。バレンタインデーって言っても、消費者の購買意欲をかき立てるためのマーケティングの一種でしょうと分かってはいるんですけど、まんまとマーケ
ケティングに載せられていろいろ買いたくなっちゃいますよね。バレンタインデーのものっていろいろハートとかついてて可愛いしね。イベント好きな日本ですけど、バレンタインデーも1年のうちの結構大きなイベントの一つに入ると思います。チャット GPT 曰く1000億円の経済効果があるそうですよ。バレンタインデーは。本当かどうかわからないですけどね。まあでもこれで日本の経済が少しでも活性化されたらいいんですけどね。そしてバレンタインデーに限らず、日本人って誰かに何かをあげる、プレゼントするっていうことをすごくよくやっていると思います。今言ったバレンタインデーもそうだし、誰かの誕生日とかクリスマスはもちろんのこと、冠婚葬祭とかの大切なイベントの時もお金をあげたり、プレゼントをあげたりっていうことをします。冠婚葬祭っていうのは人が生まれてから亡くなってしまうまでの人生の節目のような重要なイベントのことです。七五三、成人式、あとは結婚式でお葬式も入りますね。冠婚葬祭のうちに入ります。こういうイベントの時にも贈り物をしますね。お金をあげることも多いです。結婚式にはご祝儀って言って、ちゃんとしたご祝儀袋っていう専用の袋があるんですけど、その袋の中にお金を入れて結婚式に持っていきます。結婚式だったら大体その結婚する人と自分との関係性がどのぐらいのものかにもよるんですけど、基本的に3万円ぐらいかな、入れる人が多いんじゃないでしょうか。お葬式にもお祝いじゃないけど、お香典と言って、それはそれでお香典袋っていう専用の別の袋があって、それにお金を入れてお葬式に持っていきます。これも亡くなった方との関係性がどのぐらい深いものだったかによってちょっと値段が変わるとは思うんですけど、だいたい1万円から3万円ぐらいじゃないかなと思います。本当にもっと親族とかだったらもっと入れるかもしれないけどね。こういうのはルールというかしきたりとしてあげる方もあげなきゃいけないし、でもらった方はもらった方でお返しもねしなきゃいけないんですよね。お返しにもやっぱりマナーがあって、だいたいいただいた金額の半分とか、3分の1のものをお返しするっていうマナーがあります。いつまでにお返ししなきゃいけないとか、そういうのもだいたいいろいろマナーとして決まっています。あとはお中元とかお歳暮っていう、季節の挨拶として贈る贈り物もあります。お中元は夏で、お歳暮は年の瀬に贈るものなので冬に贈ります。日頃からお世話になっている親戚とか、あとは会社の上司とかに贈ることが多いと思います。夏になったらお中元出さなきゃ、で12月にはお歳暮出さなきゃってよく私のおばあちゃんが言っていたのを覚えています。あとはお土産はね、皆さんもどこかに旅行に行ったら、何かちょっと小さいものを買って帰ってきたりとか、美味しいものがあったらちょっと買って帰ってきたりはするかもしれませんけど、日本人が言うお土産って言ったらもうレベルが違います。たくさん買うし、本当にちょっと大変です。これは去年私のお母さんとおばあちゃんと一緒に国内旅行をした時の話なんですけど、温泉地に行って温泉を楽しんでちょっと観光してっていうようなことをしていたんですけど、その時もお土産屋さんに行って、私は実はマグネットを集めているので可愛いマグネット一つ買いました。だけど私のお母さんはもう何箱もクッキーか何かそのお菓子が入っている箱を買っていました。会社の人に配らなきゃいけないし、自分がしている習い事の人にも行くんだって話してるから、ちょっと買っていかないとって言ってました。それでその隣で私のおばあちゃんもすごいいっぱい箱を抱えて何箱もお土産を買っていました。近所の人に配るからとか、お隣さんに、これはお向かいさんにっていうような感じでたくさんお土産を買っていました。私はそれを見て、それはちょっとやりすぎじゃないの？買いすぎじゃないの？って言って、旅行の目的がお土産買うことになっちゃってるんじゃないのって思ったんですけど、でも多分これは私のお母さんとかおばあちゃんが行き過ぎているというよりは、日本の文化としてお土産を買うっていうのがすごく染みついているっていうのがあると思います。よく考えてみたら、小学校の林間学校とか修学旅行とかで、だいたい最終日らへんにお土産を買う時間が設けられていましたね。スケジュールに書いてあった気がします。学校の旅行の時でも
お土産を買う時間がスケジュールに組み込まれているっていうぐらい、自分は旅行に行かせてもらって、じゃあその帰りを待っている人のためにご当地のものを何か買って持って帰る。で、ちゃんとおかげさまで行ってこれましたっていう風にしてお土産を渡すっていうのは、子供の頃の教育の中にまで組み込まれているぐらい染みついているものです。そんなこと言って、私も日本に行くとき、帰りのスーツケースはね、もちろんパンパンに帰ってくるんですけど、日本で買い物いっぱいするから。だけど、行くときもパンパンです。家族とか友達とか親戚にあげたいものをたくさん買って、行きのスーツケースからパンパンで日本に行きます。これはね、普通にあげたいっていう気持ちももちろんあるんだけど、ちょっと持っていかないと悪いかなって気もするからです。いいよ、そんな毎回持ってこなくていいよ、気にしないでっていうふうに言われるんですけど、やっぱりでもそういうふうに言ってもらったとしても、自分が何も持っていかないっていうのは悪い気がするから、だからやっぱりどうしてもお土産というか手土産というか毎回持って行ってしまいます。手土産っていうのはお土産とまた違くて、親戚とか友人、知人の家に遊びに行かせてもらう時とか、あとはビジネスのシチュエーションでも取引先を訪問する時とかには相手に時間を作ってくれてありがとうっていうような意味で何かちょっとしたものを持っていくっていうのが、それが手土産です。すごい仲のいい友達の家に遊びに行く時とかはもう全然そんな気にしなくてもいいと思うけど、やっぱりそうじゃない場合は何か持っていかないとちょっと気まずいっていうような気がしますね。ね、すごいでしょ？日本の贈り物文化。この今いろいろお話しした贈り物の種類もこれが全てではなくて、もっとたくさんお話しできてないものもいっぱいあります。誰かに何かをあげるっていう、その贈り物をするっていう行為は昔々からあって、今でもずっと続いている慣習です。ちょっと贈り物をする機会が多すぎて大変だなって思ったり、何をあげたらいいかわからなかったり、自分が何かもらったらちゃんとお返しをしなきゃいけないっていうのがあったり、そして全てにおいてちゃんとマナー通りにできたかどうかっていう不安があったり、そういうことがあって、ちょっと私は日本の贈り物文化をちょっとストレスに感じてしまうことも正直あるんですけど、他の日本人の皆さんはどうなんでしょうか？でもこれは常に相手と良好な関係を築いていきたい、良好な関係を続けていきたいっていう気持ちが現れている日本人らしい習慣だと思います。これからも形とかタイミングもしかして変わることはあるかもしれないですけど、長く続いていくことだと思います。皆さんの国ではどんな贈り物文化がありますか？日本みたいにたくさん贈り物をする習慣がありますか？ぜひコメントか何かで教えてもらえると嬉しいです。日本語耳ポッドキャストは YouTube、Spotify、Apple Podcast で見たり聞いたりすることができます。トランスクリプトと英訳はウェブサイトから無料で見ることができます。このポッドキャストを面白いなと思ってくれたり、あとは日本語の勉強に役に立つなと思ってくれた人は、ぜひレビューをしていただけると嬉しいです。日本語耳ポッドキャストは毎週木曜日更新です。ではまた来週。じゃあね。